はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、プロシージャルにリグを作るとはどういうことかっていうのをね、テーマに、2本立てでね、やっていこうかなと考えております。で、1本目は、プロシージャルにこのね、コントローラーをまず作ってみようっていうのをやり、で、2本目はこの作ったコントローラーでこのスカートのね、IK を作っていこうっていうのの、はい、2本立てをやっていこうかなと考えております。はい。というので早速ね、第1回目のこのコントローラーをプロシージャルで作るっていうのをやっていこうかなと思っております。で、今回作ったものですね、1回先に紹介するんですけれども、こんな感じのものができております。これスカート部分だけですね。に、こういったコントローラーを自動で作り、こうやって動くっていうところですね。はい。で、一応これストレッチ IK みたいに、こうストレッチ機能も入れてみましたね。はい。で、この揺れは可愛いフィジックスがね、事前に適用されてるので揺れるんですけれども、はい。実際はこれなしの状態っていうところですね。これディスアブルして、で、こんな、実際に可愛いフィジックス入ってない状態だとこんな感じで動くっていうところですね。で、これが、他にも動いたりとかっていうのを、作るっていうところですね。はい。で、イネーブル。こう揺れ感をこうね、なんかいいですよねっていうくらいなんですけど、はい。っていうのを今回は作っていこうかなっていうところですね。はい。というのでね、早速ね、1からね、このプロシージャルでコントローラー部分を作るっていうのをやっていきます。はい。で、まずはじめにですね、スケルタルメッシュを選択し、コントロールリグを作ります。はい。このね、ぐちゃぐちゃ整理されてないこの検証中なのがね、なんかバレバレ感はあるんですけれども、やっていきますね。で、クリエイトからコントロールリグですね。これができましたというところで、CR ミリシアちゃんの、名前は何でもいいんですけど、スカートテストにしましょうか。はい。で、開くとこんな感じですね。本当にこの骨だけ入っている状態になっています。で、ここから作っていくんですけれども、ですね、デフォルトだと、このフォワーズソルブっていうのが出ています。これはね、コントローラーから骨を拘束するような、マヤでいうコンストレインですね、とかを作るようなところですね。ランタイムに動くところっていうのがフォワードソルブ、フォワーズソルブって思ってもらえるといいかなと思います。なので、ここは、計算をするところなので、コントローラーをここで作る場所ではないっていうところですね。ここで作っちゃうともう無限生成みたいになっちゃうので、基本は作れないっていうところですね。はい。なので、ここは第2回目の方で使うっていうところですね。はい。機能を作るところって感じですかね。動く機能というか、ところで、歯車が2つあった時に歯車の2つは違うところで作って歯車をこううまく噛み合わせるところをフォワーズソルブで作るっていう感じですね。で、この歯車を作る場所はコンストラクションイベントっていうので作ります。ここで部品を作りましょうっていうところですね。はい。というのでここで部品をどんどん作っていくっていう感じですね。で、ここで使える部品をこう作っていく、関数というか、機能はスポーンっていうのでいろいろ出てきます。はい。こんなにね、いろいろあるんで、ここでスポーンすることで、いろいろ作れますね。これ、ボーンとかも作れるっていうところですね。仮想骨みたいな、そういうので使えるかもしれないですね。はい。全然知らないのもあるんですけど、スポーンフィジックスジョイントって何だろうとかは、いろいろあるんだけれども、はい。ここで使うのは一旦スポーンコントロールですね。今回コントローラーを作りたいので、これを作ります。で、試しにこれね、エグゼキュートからつなぐと、よいしょ。作れないんですけど、これはイニシャルバリューと、ここのね、灰色のところをちゃんとね、設定してあげないと作れないっていうところになっていますね。はい。で、なんか作るのもめんどくさいんです。このメイク、トランスフォームとかでも作れるんですけど、からのをいちいち作るのめんどくさいから、このイニシャルバリューの上で右クリックで、ここで選べます。これフロートですね。これ、緑はフロートみたいで、ここトランスフォームってやると、デフォルト値が勝手に入るので、これで作られますね。で、ニューコントロールっていうのが自動でできました。はい、これがコントローラーですね。はい。で、こう、消すと消える。っていう感じで、かなりインタラクティブな感じでいいですよね。即時性があってっていうところですね。
はい。で、これを一回スカートのこのね、ルートの骨、ルートのスペースみたいな感じでね、使っていこうかなと思います。で、ここもね、いろんなやり方あるんですけど、僕はおすすめは、ここでペアレントでスカートルートとかね、いろいろ指定できるんですけど、ここは今回使わないか。ですけど、ここでこうやって指定するとちょっとあんま僕は好きじゃないんですよ。使い回しができにくいからっていうところもあるので、はい、そうじゃなくて、アイテムっていうのでゲットするっていうのが僕は推奨する派ですね。好きなやり方あるんですけれども、自分はですね。で、棒にしてスカートルート。ってやると、このスカートルートをいろいろこう使い回しがこういろいろあった時にね、しやすくなるので、ここで保持するっていうのが、自分は好きなやり方なのと、ここで直接打たないメリットは、このネームっていうのが使えるんですよ。で、これなんで使いたいかっていうと、例えば、スカートルートを拘束するコントローラーっていうのを、名前付けたいときに、ここ追加できるんですよ。このコンキャットっていうので、で、アンダーバーコントロールとかにしましょうか。末端を。いや、これアッパーケースっぽいからコントロールこうかな。で、ここのネームにつなぎますと。はい。ってやると、よいしょ。スカートルートコントロールになりましたが、小文字、大文字が判定されないっていうね。はい、これにいい気づきを今得ました。はい。そうなんだ。そうなんだ。っていうね、感じで、いきますか。そういうところは気にせず。アンリアルね、そもそもね、判定確かそんなちゃんとはなかった気がするんですよね。ちゃんと調べてないですけど。はい。で、次は、ここで get transform っていうのをして、値を変えます。これ違うやつですね。get transform。これですね。で、これの重要なポイントは、イニシャルバリュー、オフセットトランスフォームとかいろいろあるんですけれども、重要なのはこのオフセットトランスフォームに入れることですね。イニシャルだと、値が、現在値の値が入っちゃうんですよ。現在の値の方に。なので、こっち、イニシャルバリューに入れるとダメな理由は、なんでしょうね。ちょっとレベルシーケンスで見るんですけど、これオフセット値に全部入れた状態なんですよ。オフセットコントローラー側に。で、これね、0000ってなってるじゃないですか。これオフセットに入れてるからなってるんですけれども、こっちディテールズから、コントローラー選ぶと、カレントが0は OK。で、オフセットにこれいろいろ入ってるじゃないですか。これが来ちゃうんですよ、イニシャルに入れると。入れますか、一回。これ選んで、そう、このカレントが入っちゃう。これがダメ。アニメーター的には0からどれだけ相対的に動いたかっていう方が、にしたいとちょっと初期値が分かんなくなっちゃうので、こっちじゃなくてオフセットに入れるってとこですね。はい。で、できました。でも見えない。できてるんだけど、サイズ的に見えないので、セッティングから変えます。シェイプで、トランスフォームで、スケールで、とりあえずでかくしてみましょうか。はい。でかくなった。3。ちょっと、今回は適当じゃないけど適当にやります。点1。で、こんな感じですね。で、とりあえずスカートルートのコントローラーができましたっていうところですね。はい。スカートのルートを動かすようなコントローラーです。ちょっとフォワードは置いといて、スカート全体を動かすような、スカートこれ動かすのには使わないな、今回は。使わないから、とりあえずスカートを動かされる、スカートルートによって動かされるコントローラー。実際はこれ塗るというか、見えないやつですね。なので、スカートによって動かされるコントローラーの下にオフセットコントローラーがあって、で、さらにって作ってもいいですけど、今回は、この動かされるコントローラーによって子供も、一緒に動いてくれるぐらいな感じのを作ります。
っていうちょっと説明が悪かったですね。スカートルートがあるとします。ルートね。ルート。あるとします。ちょっとマウスで書くとあれな。で、この下にオフセットがあります。オフセットね。オフセット。セットがあります。大文字小文字。で、これを今回作りまして、ここに骨。ルートの骨。スカートルートの骨をこれで動かしますというところですね。こっち骨ね。ジョイント。で、オフセットは今回ちょっと省きますね。作ってもいいですけど、作りたい方は作ってくださいなんですけど、で、この下に、この子供の骨たち、これね、この辺のコントローラーが作られていくっていう流れになりますというところですね。ちょっと図が悪いな。こんな感じでね。はい。というのでやっていきます。次、スカートの末端にコントローラーを作っていきますね。ここにね、末端に。はい。で、それはどうやるかをまたやるんですけれども、またちょっとね、スカートルート、これを使いますと。で、やり方は、これの子供を取りますと。get children と children。で、これで一旦 for each で一個一個回します。よいしょ。よいしょ。で、ここの get children で取れるものは何かっていうと、スカートルートですね。スカートルートの子供たちが取れますと。ここですね、ここ。で、include parent ってやると、このスカートルートそのものも取れるっていうところですけど、今回取っても意味ないので、リカーシブってやると、この子供全部取れますが、全部取っちゃうと、どれが末端かね、分かりにくくなっちゃうので、まずはこの階層だけ取ります。で、この階層を取った後に、この階層一個一個のリカーシブ、子供までを取る。で、その一番下の子供が何かを判定する。みたいな流れでいきます。なので、この getChildren はもう一回使う。これか。はい。で、リカーシブ入れるというところですね。はい。で、一回そうだな。一回作るだけ作ってみましょうかね。はい。で、ちなみに1個前のポイント忘れてました。これ、ローカルスペース、オフセットトランスフォーにもあり、イニシャルバリュー側にも実は、このね、スペースがあるんですよ。これがね、ちょっとわかりにくいんですけど、今回はグローバル、オフセットはスカートルートのグローバルの値を使って、ここに入れたいので、オフセットはグローバル。で、イニシャルバリューはローカル。動いてないからローカルっていう意味ですね。初期の状態を保ちたいからローカル。ここね、ちょっとわかりにくいんですけど、変えてみてうまくいった方がぐらいにね、最初は見てもらった方がいいかなと思いますね。で、これで一回ちょっと作っちゃおうか。スポーントランスフォームをコピーして、で、ここで、ここか。これがね、中にね、子供全部入ってるんですけど、すでにね、この子供全部っていうのは、これ全部が入ってるんですよ。で、全部じゃない、この3つが入ってる。このインクルードペアレントを入れてないから、この3つが入ってる状態になっていますね。なので、この一番下のここだけ欲しいんですよ。3つ入ってるけど、ここだけ欲しいときは、Python とかそういった、Python じゃないけど、プログラミング言語系やってる人だとおなじみかもしれないんですけど、ここね、マイナス1入れると一番下のここが取れます。後ろから1番目がマイナスって意味になりますね。1番目というか0番目ですね。配列の考えだと0から始まるので、はい、だと0がここになりますっていうところなんですけど、マイナス1だと一番後ろから1個目を取ることができるって感じですね。はい。で、コンキャットでまた、なぜか大文字に習ってくれないやつをここに入れます。これネームですね。ここ開けるんですけど、これネームで、コンキャット。で、コントロール。今度こそ大文字になってくれ。今度こそ、ネームで、とりあえずね、作ってみますか。とりあえずができるっていうのがね、いいところなんでね。はい。
とりあえずできた。やっぱ小文字ですね。残念。はい。っていうところで、これコントロールがつきましたと。で、ペアレントですね、しなきゃダメなので、この子にペアレントしなきゃダメなんですね。なので、ここはまあ直接でもいける。直接で一回やってみますか。コントロールで、この子を、よいしょと、やると、コンパイル。子供にこれ入りましたね。はい。で、この子たちも値を変えなきゃダメなので、まだトランスフォームセットしてないんですね。オフセットの。で、ここでセットをしていきます。はい。すごい大事なの忘れてました。すごい大事なやつ。ここですね。ゲットトランスフォームボーンでイニシャルに入れなきゃダメ。で、これね、初期値を入れてねってところなんで、動いた値は入れちゃやーよっていう感じですね。もう初期値、リファレンスポーズを入れてね、これね、コントローラー作るときにめちゃくちゃ重要なので、ここは必ずチェック入れてください。すいません、忘れてました。はい。で、ゲットトランスフォームをしますと。後で取った一番下の子供のここでゲットトランスフォームでイニシャルに入れて、これもグローバルスペースで、グローバルスペース同士でオフセットトランスフォームに入れますと。はい。で、すでになんか入った感はありますよね。ちょっとね、見づらいけど、なんか潰れてるのはここであれですね。入れちゃったから。1、1、1。でかい。点5、点5、点5。まあ今回これでいいかな。はい。で、OK というところですね。で、動かすと、ちょっと邪魔だな。キャラクターのボーンズからなしにして、はい。うまく入ってそうですね。はい。OK そうです。で、コンパイルを押すと、これね、動かすじゃないですか。コンパイルを押すと、ちゃんと初期値に戻ってくれるんですね。そこは心配しなくて OK です。テストして動かす。で、大丈夫そうだなと思ったら、コンパイルを押す。で、OK ですね。で、せっかくなので、ちょっと色分けもしてみましょうかね。色分け。はい。で、これのやり方は、そうだな。この軸というか、この X によってどうやって変えるかにしますか。で、トランスレート X のグローバル値の初期値がプラスかマイナスだけで判定していますね、今回。グレーターとかにしますか。で、インターポレート。これで、どっちだ？どっちでもいいか。0以上の方は、0以上であれば、B になるのかな？っていう感じで、ちょっとね、雰囲気で一回やってみますね。で、メイクカラーで、カラーが作れますと。で、どっちかわかんないから、とりあえず作ります。どっちかどっちだか。ちょっと判定をね、厳密にやらずに、ちょっと、とりあえずつなぎますね。で、この、セッティングスのカラー、ここかな？こっちか。なるほどね。B。なので、B、こっちか。左はなんとなく赤で、こっちはなんとなく青にしましょうか。はい、こんな感じ。で、中心もね、なんか色作りたいですよね。中心は、このメイクスカート、どこ行った？これか。のカラー。ここは何色にしようか。ピンク。普通無難に緑なのかな。はい。こんな感じでいいかな。はい。というので、基本はこれで初期状態の、コントローラー設計はできたかなというところですね。はい。よいしょ。で、これがスカート子供。スカートの末端のコントローラー。ちょっとファブリック用。これは次回やりますね。はい。といった感じで、全部ね、これでね、コントローラーの設計ができたというところですね。はい。すごく便利じゃないですかね。マヤだとね、これね、親にスペースノードみたいなの作っ
て、このオフセット値をかましてカレントの値を0にするとかね、やったりするんですけれども、それも必要ないから、ちょっと短めにコードが書けるというか、ここがね、何個もあるから便利かなというところがありますよね。イニシャル値とオフセット値とカレント値というところですね。はい。だからイニシャルもね、設計ができたりするので、例えば1を基準として、1を基準だけども2、3も使うみたいな、ブレンドシェイプとか、フェイシャルのターゲットとかはイニシャル値を使って、1が基準だよともう明示するとかっていう時にはイニシャル値を入れる時とかあったりするかなというところですね。はい。なので、いつも0ってわけじゃないけれども、そういった基準値を作るとか、デフォルト値はこうだよと明示するときはイニシャル値を入れるときがあるかなというところですね。はい。ということでね、今回はこのね、まずはコントローラーを、プロシージャルに作るっていうのを、ちょっとね、解説してみました。はい。次回はこのコントローラーを使って実際にリグをね、組んでいこうかなというところになります。はい。それでは今回の動画は以上となります。この動画が参考になったら、よろしければチャンネル登録や高評価いただけたら嬉しいです。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。